はい、今回は、これからドラムを始めるという方のために、ドラムスティックについて少し詳しくお話ししていきたいと思います。はい、でドラムスティックで大切なことは何十時間バンバン叩いても折れないという耐久性と、そのための適度なしなりというところと、あとは、打った後の跳ね返りリバウンドとか、ダイナミクスの、コントロールなどが十分にできる操作性というところです。で、それは、スティックの、素材とか、形状などが、大きく関わってきます。はい、ではまず最初に、各場所の名前ですけれども、一般的に呼ばれている名称で、この先端部分が、チップ、この付け根がネックで、この太さが変わっている部分がショルダーでシャフトで、この握るところがグリップで、このチップと反対側がバット、こんな感じで呼ばれています。で、スティックはたくさんの種類があるんですけども、それぞれの、スティックの違いというところは、長さ、あと太さで、それから材質で、それによって変化する全体の重量で、あとは、塗ってある塗料の厚さなどによる、肌触りで、あとチップの、素材の違いとか、形状の違い、あとはこのショルダーの部分もちょっと違いがあったりもします。で見た目かなり微妙な差ですけども、これちょっと叩き比べてみると、かなり違いが感じられると思いますので、自分にとってやりやすいスティックを選んで、使っていきます。あとは、材質は特殊なもの以外は木材ですので、同じ種類のものでも、特に重さなんかで個体差があるっていうのも、覚えておくといいと思います。でスティックの材質に関しては、強度とか柔軟性とか、密度といったところから、一般的になったものが、メープル、ヒッコリー、オークの木材で作られた、3種類のスティックです。で、ドラムスティックとして加工されたものの、材質の違いの印象というところは、同じ長さと太さのスティックを比べてみると、メープル素材のスティックは、重量が軽くて、叩いた時の音色も、若干マイルドな、温かみのある、印象で、オーク素材のスティックは重量が重くて硬いので、すごく丈夫で、叩いた時の音色も、若干硬い印象です。でヒッコリーが、その中間的な感じですので、ヒッコリーが一番人気のある、材質として、多くのドラマーが使っていて、でスティックメーカーもたくさんのヒッコリー素材のモデルを出しています。ですので、初めて、スティックを手に入れるという方は、材質はまずは、ヒッコリーを選択しておくといいと思います。はい、そしてスティックの長さと太さに関しては、平均的な長さを見てみると40センチ前後で、太さは直径が14ミリから15ミリあたりですので、そのあたりを基準に比べていくといいかなと思います。で、太さに関しては、太くなればなるほど、全体の重量も
重くなってきますので、そこの兼ね合いも意識していく必要がありますし、長さに関しては短いものだと細かいコントロールがしやすくなるとか、あと長いと一発のショットが安定して打ちやすいっていった傾向がありますので、そのあたりもちょっと気にしながら、好みのものを選んでいきます。でちなみにカタログとかの写真で見比べただけでは全く違いが分かりませんので、初めてスティックを購入する方は、可能ならば、ドラムショップで実際に持ってみて、しっくりくるものを探すのが一番いいと思います。はい、次はショルダーの形状ですけれども、これは先が細くなるという意味の、テーパーという言葉を使って、ショルダーがどのようにテーパー加工されているかという種類の違いがありまして、ロングテーパーの特徴としては、ショルダーの部分が多く削られていることで先端の重量が軽くなりますので、スティックを振ったりとか叩いた時の感触が軽く感じられると思います。で逆にショートテーパーですとロングに比べてチップ側が重くなりますので、振ったり叩いたりした時に若干スティックが重く感じられるといった印象になると思います。で、それぞれのメリットとしては、ロングテーパーで先が細くなっているものは、繊細なコントロールがしやすいとか、振りやすいのでスピードも上げやすいですし、ショートテーパーだと、先が重い分安定感が増してスティックの軌道が安定してくれたりとか、あとビートを叩く時にどっしりとしたショットが打ちやすくなるとか、音量も上げやすいという、それぞれにメリットとなる特徴がありますので、テーパーの形状も意識してみるといいと思います。で、ミディアムテーパーはその中で中間的なオールマイティに使えるスティックですので、最初に選ぶスティックはミディアムテーパーを選んでおくといいと思います。でこれグリップ側もテーパー加工されているものもあって、このグリップエンドに向かってちょっとだけ細くなっていくんですけど、意外と気が付かなかったりしますので、そういうのもあるっていうのを、知っておくといいと思います。はい、次は、チップの形状とか、材質の違いですけども、チップの形状は大きく分けて細長くなっているものと丸くなっているものがあって、細長いタイプのものは、接地面が広くなりますし、丸いタイプは狭くなりますので、それぞれに音色の違いなどの特徴があります。でもう少し細かく見てみると、ドラムを叩くときはチップの同じ場所をずっと使っているわけではなくて、例えば、手首を使ってスティックを上下させるとチップの使う場所が微妙に変わりますので、こういったところで音色のニュアンスをつけたりすることもできるようになっています。ですのでチップが完全に丸いものは逆にチップが当たる面に違いが出ないので、そういった点で、安定したサウンドが得られるという特徴もあります。はい、でそれから材質の違いで、ナイロンチップと呼ばれるタイプのものなんですけども、これの特徴は、チップの部分が耐久性に優れていて、個体差があまりないので、音色が安定しているという点と、
叩いた時の音が、かなり抜けてくるということで、大音量の音楽を演奏する時とかにも、効果的だと思います。でちなみにメッシュ素材の練習パッドとか電子ドラムの時にも、ナイロンチップは有効で、というのは木製のチップって使ってると割れたりとか、裂けたりしてささくれができたりとか割れ目ができてしまうことがよくありますので、ここにメッシュが引っかかってしまうというトラブルを防ぐために、メッシュパッドを使うときはナイロンチップを選択するというのもいいと思います。ということで、最初に選ぶスティックのチップに関しては、木製で安定感もあってオールマイティに使える少し丸みを帯びた形状のもので、必要に応じてナイロンチップを選択していくといいと思います。はい、最後は、肌触りの違いですけれども、スティックは、スティックの質を安定させるためにラッカーでコーティングされているものが多いんですけれども、このコーティングの量とか、コーティングのあるなしによって、スティックを操作する時の感触が変わってきます。で、具体的には、自分の手のひらの状態が乾燥しているか、汗で濡れているかというところで、違いが出るわけですけれども、例えば手が乾燥している状態でコーティングしていないスティックを使うとカサカサでホールドしづらいとか、逆にコーティングの量が多いスティックを手にものすごく汗をかいている状態で使うと、ツルツルして滑ってしまうとか、状態によってはなんかベタベタして引っかかってしまうということもあるという感じですので、もちろん緊張して手に汗をかくっていう場合もありますけども、傾向として自分の手が乾燥しやすいか、汗をかきやすいかというところで、どれだけコーティングをされたスティックを使うかというのは検討していくといいと思います。で、グリップの部分に最初からラバーがついているものもありますし、自分で滑り止めを巻いたりとか塗ったりとかっていうこともできますし、自分の手の方に専用のグローブをはめてしまうという手もありますけど、肌触りはスティックをコントロールするために大切な要素になりますので、最初に選ぶスティックとしては、少しコーティングしてある、クリアのナチュラルコーティングから、試していくといいと思います。はい、ということでスティックについてでしたけども、具体的な標準的なスティックの例としては、例えば人気のあるビッグファース社の、5A とか、それより少し太いタイプの 5B、私もよく、メープルとヒッコリーの両方とも使ってますけども、ビッグファースの 5A、5B シリーズ、他には、パールの 110HC とか、これは110の HLC といって少し長めのタイプですけども、パワーが欲しい時にこれもよく使っています。そのあたりを参考にしていただいてもいいかなと思います。でちなみに
ティックメーカーがアップしてる工場でのスティック製造動画、それもスティックについてより深く知ることができると思いますので、そのリンクを、概要欄に載せておきますので、そちらもぜひ覗いてみてください。はい、ドラムスティックについてでした。